それでは始めていきますか。一斉のせ、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、皆さん、私、実はなんですけど、いつもアイプチをして頑張ってるんですよ。見て、わかりますか？現在の目。ね？超奥二重。でも私、生まれた時から結構もうこの目で生きてきたんです。実はね。アイプチで実はめちゃくちゃ頑張って、二重にしたんです。で、一回後つけたんだけど、なんかさらに広げたいって思って最近、またアイプチを再開したら、もう戻んなくなっちゃったの。元の二重に。で、さらに狭くなっちゃったの。でも、普段は頑張って、普段はね、めちゃくちゃ頑張ってこういう感じの目にしてるんです。なので今回は、この目が二重になるアイプチの付け方やっていきたいと思います。結構ファンの子にも埋没したって言われるぐらい結構自然みたいで、めちゃくちゃ自然なバレないアイプチの付け方紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで私流二重の作り方ですね。なんか以前もやったことがあるんですけど、多分その時よりは上手くなってるし、なんかそれよりも自然になってると思うの。だから紹介したいと思います。ちょっとビフォーを撮っとこう。OK。で、今日あえてわかりやすくするためにまつげも全く作ってません。だいたいいつもアイプチするときは、夜にね、癖付けで一応アイプチそのままつけて寝るんだけど、でも、朝になったらもうほぼアイプチ取ったら癖付けも何もないのよ。最近はなぜかもうまぶたが重くなっちゃって、二重幅ができないのね。だから、その癖付けも何もないから、朝もう一回付け直してます。で、めちゃくちゃ消費が早いのよ。アイプチの。で、私は何を使ってるかというと、こちら。ダイソーのアイプチです。で、何のアイプチかというと、これ。じゃーん！ダイソーのこのアイプチを使ってまーす。画像出します。じゃん。これ。144枚入りなんだけど、私は多分1日に10枚ぐらい使っちゃうからコスパとしてはどうなんでしょう。普通に薬局で買うのと一緒ぐらいかもしれない。けど、これが結構バレづらいし、コスパもいいし、毎日使うならこれがめっちゃおすすめです。ってことで、早速私流アイプチで作る二重の作り方を紹介していきたいと思います。まず、用意するものはこのアイプチ、ダイソーのアイプチと、じゃーん！これもダイソーで買いました。ちっちゃいハサミ。こう、先が細いハサミですね。鋭利なハサミ。で、あとこのね、鏡。普段はちょっと洗面所でやってるんですけど、そう、これ鏡、大きいのがいいです。で、なるべく自分とまっすぐ正面にこうやって鏡を置いた方がいい。下からだったりとか、上からだったりすると、全くね、二重ができないんだよね。これ本当に。だから、なるべくこう正面に、そして近く鏡を置ける。わかる？こうでもなく、こうでもなく、こうです。もうこれぐらい正面に近く置ける鏡を用意してください。これもダイソーだよ。OK。まず、だいたい私は、こういう末広のめっちゃ奥二重なんだけど、これをどうしたいかというと、何でもいいから、細いやつなんかない？例えば、串の先っちょとかでもいいんだけど。こうやって、これぐらいにしたいの。ほんとこれにしたいのね。なので、この、今の幅を覚えておきます。で、ちょっと線がつくの。こうやってやった時に、ここに、ほんのちょっとね、めっちゃ薄く線がつくから、そこに合わせて、このアイプチを貼っていきます。見ててね、みんな。まずこのアイプチを1個取ります。そしたらこういう感じじゃないですか。で、これをそのままペタって貼るんじゃなくて、伸ばすの。いくよ。これをね、ビヨーンと。めっちゃ伸びるでしょ？それここをこう貼るイメージです。で、貼ったら、この端っこが伸びる。ここしか貼らないわけだから、ここの範囲は残るわけじゃん。そしたらここをハサミでチョキンチョキンって切るイメージ。で、ここだけ残すイメージです。じゃあちょっと貼ってみますね。じゃあまず二重幅を確認。自分で。
れ狭いんだよな。あ、こうしよう。オッケー。この二重幅にします。そしたら、今、癖づいたところを伸ばして、ペタッと貼ります。オッケー。こういう感じ。貼ったら、確認。オッケーと思ったら、このね、わかりますか？ここ、長いじゃん。ここを切ります。危ないから気をつけてね、これ。自分のまぶた切らないように。オッケー。で、馴染ませる。オッケー。で、こっちもピロンピロンしてるのわかりますか？これ、アイプチが。これも切る。なるべく、ギリを攻める。オッケー。そしたらちょっとこれ浮いてんじゃん、ここ。これめっちゃ気になるじゃん。これをね、こうやって押すと、大体馴染みます。もうちょっとぐらいはいいやと思っちゃってる時もあるけど。こことかはちょっと、もうちょっと切ってもいける。自分の二重の耐久性なんだよね。はい、こんな感じでできました。じゃん。目つぶってこんな感じ。まあ、確かにちょっとだけね、見えるかも。どう？今はだいたいでもこれでまつげこう上げちゃえばあんまわかんないのよ。だから、そんな感じで二重を作っています。わかったかな皆さん。なんかでも今日ここが変だな。多分ここが変な、ここに線が入っちゃってるのとか変じゃん。だからもうちょっとアイプチ切れるわと思って、ちょっと剥がして、でまたちょっと浮くから、そしたらこうギリギリで切る。というわけでこんな感じでわかりますか？この右と左の二重の違い。まあ必ずしもこの二重にすることがいいっていうことじゃなくて、その私自身は自分の顔には二重幅を広げた方が好きなので、こう二重幅にしてます。じゃあちょっとこっちもやるか。アイシャドウが綺麗に見えるんだよね。こっちはこの幅。やっぱ左と右でね、二重のね、しやすさが全然違う。右の方が二重にしやすいかも。これ一回手離したら分かんなくなるんだよね、方向が。OK。ほんと真剣勝負だから。OK。そしたら切ります。はい、できました。じゃん。なんか左のが広いね、今日ね、二重幅が。毎朝こう作ってるからさ、大変なのよ。いやでも広くてもあれか。いいか。というわけで、二重幅できましたー！両方、じゃーん。どうでしょうか？さっきと全然違くない？ちょっとじゃあ、アフターも撮るね、写真。オッケー。じゃん！こんな感じでできました。これで、目をつぶると、どんぐらいバレないかっていうと、確かによーく見たら全然あるんだけど、この上からアイシャドウを塗るのも OK。ただ今はいつもあんま塗らないかも。ちょっとラメのせるぐらいで、なんか逆に剥がれちゃうかなって思っちゃうんだよね。だからあんまりのせないようにしてますけど、のせるのは全然ありです。であとは、意外とすっぴんの方が、この絆創膏タイプなので、このアイプチがね。そうなので、すっぴんとか、あんまアイシャドウこんなピンクとかラメラメに塗んない方が馴染んだりとかはするかも。
だから、塗らない、あんまりアイシャドウ塗らないよって方とかは、意外ともっと馴染むかもですね。けど今はいつもほんとこれをやってます。だからほんとね、世の中のね、女子は結構頑張ってるってことを、ちょっと理解してほしい。だからほんと準備とかに5分遅れちゃってほんとごめんなさい。でもこれを急いじゃったらね、もしこのね、ハサミでね、怪我しちゃったりとかね、したら危ないじゃん。だから5分とか遅れるのはちょっとアイプチのせいにさせてください。本当にうまくいかないときいかないから。今もう、これ、何回もやり直して、やっとできたみたいな感じの時もめっちゃあるけど、今日は1回で全然いけたけど、ほんと日によってだから、そこは勘弁してほしいです。ちょっと待って、こっちがちょっと気になる。こう、気になりだしたら終わりなんですよ。この最後の終わり方も、ここはこう広めに終わってるけど、こっちは狭めに終わってるのわかる？とかもう左右非対称で気になっちゃって、こっちは、そういう場合はちょっとこっち側を今浮かしたんですけど、こっち側を途中で切ると意外と良くなったりする。はい、なので、意外と自分が合う二重幅をこう見つけて、それをアイプチでできるようになったらいいのかなと思います。確かに、埋没とかそういうね、選択肢もいっぱいあると思うんだけど、ちょっと私は今はちょっとアイプチで頑張ってます。でもね、これ本当に結構な労力だから、みんな一緒に頑張ろうね。でもこれで癖づいたらいいなとは思うけど、一旦頑張ってます。意外とこの長さをもっとまぶたがもしかしたら厚い方だったら違う方法だったりとか、あとこのアイプチ私はね伸ばしてバレないようにしてんだけど、半分に切ってこう目頭とかこの目尻とかだけにつける方もいるから、そこはね人それぞれだと思うんですけど、ぜひ迷ってる方はこの方法もやってみてください。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。今からまつげ作ります。おいしょおいしょ。ぐにゅっと。リンパ塗るときぐにゅとか言う人めっちゃやだ。いいか。